前もいろいろ走ってみましたけど、はい、いろんな目に遭ってましたね。右が苦手だなっていうのも分かったので、なんかそれまではそんなにどっちが得意とかって、そこまでも余裕がなかったのであれだったんですけど。あとね見ててやっぱり焦るのがカーブがきついとこ入る。そうなんですよ、ね、ちょっと危ういとこ結構ありますなのでカーブはねそれぞれ大きいカーブもあるし、小さいカーブもあるし、ヘアピンもあるしいろいろじゃないですか。はい、ね、でそれを今まではどうやって走ってました？分けて走るとかっていうことではなくて、もうただカーブって言われたらもうカーブ、もう一生懸命ただカーブをひたすら集中して走るっていう感じなんです。でもそのたんびに大きかったり小さかったり狭かったり、きつかったりするわけでしょ。それはもう曲がり始めた時に気づくっていうのがあったので、もうそれまではカーブだよし乗るぞみたいな勢いで行くぞみたいな感じで行きますけど、途中でやばいすごい急だとか、曲がりきれないかもっていうので、結構私はそことかちょっと多く広く行っちゃったりして落ちそうになったりとかっていうのは多々あるんですけど、危ない危ない。それを警戒をして思いっきり速度も落としたりとかするよね。はい、します。カーブの手前で、はい、無理もないんですけど、まあね一つここで結構衝撃的なことを言うと、はい、カーブって実は大きく分けると3種類しかない。たった3つでも思いました、まあたった3つというのをまあ大げさかもしれないけど、はい、でもねそんなに大げさじゃないんだな。たくさん走ってきた人から言うと、はい、120度というもうくの字に曲がってるうんワンターン、ちょっと一回寝かせてでもう終わるみたいな。緩やかなカーブって感じ。それと90度、うん、ある程度ちゃんとこう曲がったまんましばらくいないと曲がれないやつ、はい、とヘアピン、もうこれはもう完全に180度ターンで、一番こう焦るやつです。そうこの3つだとはいいうふうに、まあ分けてしまって、でねこの3つだということを分かってカーブに入っていくっていう、いやどうすんのよって話だよね。ほとんどのカーブがみんなブラインドで、そんななんか先見えない見てわかるものなんですかね、カーブ。というのが分かるんですよ。おお。でまあこれも見方があるので一つ一つ教えていくんで、はい、である程度それに馴染んでくると、自分で決められる。で決めてカーブ入っていくんで、ある程度心とか体も構えてるから、で大きく違わないんですよ本当は。なんでそうすると、かなりその後のなんとかな対応が変わってくるので、はい、まあ気も楽になるし、何よりまず危なくない。いや決められてカーブって入れるものなの、やってみなきゃわからない、やりましょう。わかりました、じゃあね、今までどうやって走ってました？どちらかというとやっぱ不安な時って初心者というかビギナーの方やっぱり多いと思うんですけど、私も結構下を見て、目の前ね。そうなんですよ、だいたい一緒にこうツーリングしてもらったりとかすると目線が下に行ってるっていうか、顔を上げてってよく言われるんですけど、やっぱカーブ曲がる時もどうしても目線が下に行く怖いので、ただこうよく教習所とかで曲がる時に目線が下だと不安定になるからもっと前の方を見なさいって言われるので、だいたい気持ち2時3時の方角を先を見るみたいな。でもどこを見たらいいかっていうのはあんまりちょっとこうわからないんですけど、多くの人がやっぱりこういろいろ怖くなったりとか、分かんないとこ行くと本当は状況だから遠くを見なきゃいけないのに、どんどんここを見ちゃうんで、そこのカーブに行かないと何が起きるか分かんないっていう、悪循環に入っちゃうんですよね。でただその遠くを見るのもその先がどうなってるかっていうのを言うと、コツがあるんですよ。そうなんですね。ただ見るだけじゃない、それをきちんと覚えていくと、いった3種類が分かってくるんで、ぜひねそれもやってみたいと思います。3種類と言ったけど、大きく分けると、この120度90度ヘアピン、俯瞰で見ればこう見えてるけど、走ってる方からするとこう山肌が内側にあったりとか木があったりとかで全然違いますね。先が見えないでしょ。でそうなんだけど、これが120か90かヘアピンかというのは
ここの真正面はいの最初の角度が一つ、はいそれから次に消えていくところの角度が、うーんこの2つでこれがこのぐらいで終わるのか、この90だとこの最小がこのぐらい曲がってます、はいで次のこの消えていくとここでこの角度がはっきりしてくる。うんうんでヘアピンも同じで、ヘアピンこそ本当に元回り込んでるなだらかというか、回る回り込んでる、はい回り込んでるっていうのがだんだんカーブだからうん近づいてくると先が当然見えるじゃないですか。はい遠くにいると本当にこの山肌の縁の外のここしか見えない。うんでもそばに来るとだんだん中が見えてくる。はいで曲がり始める場所まで来るとほとんど全部見えてるんですね。うんでこのいったさっきの真正面の角度、それから消えていく角度、これが近づくほどにどんどん分かってくる。はいヘアピンですね。どっちかだね。ヘアピンか90かですけど、で、90、あ、これヘアピンのあれセットなんです。いや大丈夫でいいですか、90。あれで90。うんはいもうすぐあれ90です。あれが120です。90、あ、120ですね。先が見える。で、90。で、90、あ、120です。で、90、あ、ここ120です。で、90、120、で、90、で、90、で、90、はい、なんかあれですね。はいすご随い分ともうできましたね、はいいやびっくりするぐらい、んなんかだんだんなんかアベレージも上がっちゃったし。そうなんですよ。なんか今まではもうどこを見たらいいか分からなかったので、あれだったんですけど、だからとにかく必死にやってもあんまうまくいかなくてちょっとへこむみたいな、ただなんか今ポイントを教えていただいて、なんかそのポイントを見てできるようになるとそこを繰り返して練習できるので、モチベーションすごい上がります。ね、そうは言ってもやっぱ分かんなかったでしょ。分かんなかったですね、うんで、でもどうすんのって言ってるけど、いいから繰り返してって言ってるうちに無理やりでも決めて、無理やりでもあれ、言わないと怒られるみたいなスパルタみたいな、結構ねそうですだけどでもそうやってるうちにはいだんだん分かってきたよね。分かってきましただからあれをなんとなく、うん多分でもねってやってるときっと身につ全然かないよね違います。。だから結構、見てくださってる人の中でも、どこをポイントを見て曲がったらいいかって多分分からない人も多いと思うんですよね。私も分からなかったですし、なんかそういうふうに教えられることもないじゃないですか。だから曲がる時はこう斜め前を見てとか先を見てとは言われますけど、だからすごいなんか今回ちょっと大発見。なんか今回のポイントをこう見て乗ってもらえると
多分すごい一気に上達するんじゃないかなって思う。 120度、はいあ90いやどっちかなと思ってても、うんそば行ったらあ120って分かったらもう見てたらあんまり減速しないで行ってたあもんね。はいもうなんかちょっと安心感、ね逆にこう速度が違う90だなって思ってヘアピンだった時も、ちゃんと途中から対応できる、ねどっちかだなっていう感覚があるので、そうだからそれすごい良かったなと。ですよね。はいである意味あれってやっぱりその別に飛ばすって意味じゃなくて、はい、慌てないからうん安全だよね。なんか落ち着いてうん判断ができるって、うんちゃんと見る場所ポイントだけ見てっていうのはすごいなんか自分の中で成長した感じがあるんです。というかさもっと言わせてもらうと、はい、めちゃめちゃ喜んでたじゃない。そうなんかもっと練習したいなっていうね思いますカーブ苦手だとか言ってたけど、もうすごカーいいやブ楽しい本当に苦手なんですよ本当そにうかそう本当にカーブ苦手なんですけどやっぱ分からない怖さうんとかがすごいあったので、でもなんか今回やってみてその見るポイントうんがあるだけですごい安心感うんなのでなんかぜひちょっと意識してみてもらったら、多分やっている皆さんもなるほどねっていうのはすごいねかなりカーブブ好きになったよね。結構今むしろむしろなんか苦手だったのかなみたいな、何回もはいいろんなところで僕言ってるけど、いつか慣れるっていうのはいはダメでしょ。何遍乗ってもそらビギナーの人がねオートバイに乗ることが珍しいから初めてだったりとか、はいまあそういう経験のないことでオートバイになれるはあるかもしれないけど、うん道路を走っていてカーブになれるは絶対ないんだよ。そうなんですか。ないないない。もう結構長く乗られてるもうね方とかキャリアが本当に30年以上の人でもいまだにいややっぱりちょっとカーブ緊張しますよねってなっちゃうのね。いやそうじゃなくて、はいそのリスクのあることでスリルを楽しむなんてことはもちろん NG で、そうではなくて分かってることだからやれるというその範囲でやっていくことがやっぱりこれは慣れじゃなくてやっぱり自分の中で積んでいくこと経験を。で理由がちゃんとあるからその理由をちゃんと今回はそうだよね、理由がやっぱり分かって繰り返してるうちに、はいあ分かったこういうことだってだんだん自分の中で人の教わったもんじゃなくて自分の中のものにしてるでしょ。はいそうするとやっぱり自信がつくのでそうなんか安心感もありますし、なんかちょっとそこだけで全然変わるなと思う。そうなんでぜひ、はいね忘れないでほしいんだけど、いつかなれるさっていうのは絶対なしで、やっぱり自分でそこはデベロップ自分で開拓していかないとダメですね。結構積極的にってことですね、受け身でなく、はい、次はその今だいたいカーブの様子が分かったはいというのをじゃあどっから曲がるのどうやって減速するの、どこで加速をするのっていうのがまだ曖昧です。曖昧だよね、はいこれをちゃんと別にこれも飛ばすって意味じゃなくて、はいこれを安全にでしかも今回ちょっともう片鱗分かったと思うけど、はい、うまくいくと楽しいでしょ。そうなんかこれちょっと癖になるなってということがもっとはい、その確実にやるから面白い、うんでオートバイってそこがちゃんと答えてくれる、やった分だけね。そう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 、ね前もほらブレーキの練習とかトラクションの練習とかしたじゃないですか、はいああいうのって感覚はわかるじゃないですか、はいあれが使えるんだよね。ちょっとやりたいです。ねということで、そういうのを次回から、一つ一つまたちゃんとクリアしていきましょう。はい、お願いします。